たった一つの行為ですね。これら全てに関わるものがあります。それが、こんにちは、野村整骨院長の野村明です。以前の動画で自律神経失調症の原因は体に溜まったストレスですね。精神的ストレス、これが原因だというお話をしました。精神的ストレスとは何か、それは感情ですね。体に溜まった感情エネルギー、つまり悲しみとか怒りとかですね、恐怖、不安とか寂しいとかですね、そういうふうに体が感じた時にその場で表現してこなかった、その感情を体に溜め込んでいる、これが体に溜まった感情エネルギーイコール精神的ストレス。精神的ストレスが溜まると自律神経が乱れて、自律神経が乱れると自律神経失調症特有のさまざまな症状が現れます。ですからこの原因ですね、体に溜まった感情エネルギーを解放してあげないとダメなわけですね。そうすると自律神経の乱れは収まって自律神経失調症特有の症状も改善してくるということになります。つまり本来ならですね、本当なら体が感じた時にですね、その場でその感情を表現してあげればいいんですけども、それをしていると円滑な社会生活がなかなかできなくなります。だから一旦体に溜めておいて、安全な場所で感情を思いっきり出しても表現しても大丈夫な場所で表現するということをお話ししてきました。そして本日はその表現方法の一つである泣くという行為に絞ってですね、涙を使った改善方法についてお話しします。前置きが長かったですけれども続けますね。ここからが本題です。感情とは様々なものがあります。怒り、悲しみ、恐れ、不安、寂しいなどですね。これらの感情を一つ一つ表現するのもいいんですけども、たった一つの行為ですね、これら全てに関わるものがあります。それが泣く、涙を流すという行為です。悲しい時は涙が出ます。これは当然ですけども、それ以外にですね、腹が立った時とか、あと感動した時、嬉しい時でも嬉し泣きというのがありますけども、ここでちょっと思い出したんですけども、体に溜まった感情エネルギー、精神的ストレスというのは、嬉しいという感情を表現せずに体に溜めてしまっている方もおられます。体に溜まった感情エネルギーというのは、これは何もネガティブなことだけではありません。嬉しいとか楽しいとか、あと喜びですね、それらを表現せずに体に溜め込んでしまっている方もおられます。実はこれもね、表現してあげないとダメなんですね。楽しい時には楽しい、嬉しい時には嬉しいですね。幸せを感じた時はああ幸せだなというふうに、あと〇〇さんのこと大好きとかね、愛してるっていうのも表現しないとダメなんです。これらも感情表現です。これらを表現せずに溜めていると精神的ストレスと関係してきます。幼少期に感情表現をね、あまり許されずに育った方、楽しいっていうのを言っちゃダメとかね、嬉しいっていう感情表現を制限されている、そういう風な環境で育った方はこのようなポジティブな感情表現を溜めている方もおられます。話を元に戻しますね。子供の頃、男の子は泣いちゃいけません、そのように言われて育ってきた方もおられるかもしれません。涙を流すことに抵抗がある方も多いと思います。ですがここは体のことを考えて泣いてください。涙を流してください。何も人前で泣かなくてもいいわけですから。そしてただ泣くだけではなく、理想は号泣です。もうおえつが出るほどですね、泣いていただくのが非常にいいです。ちょっとここは工夫が必要かもしれません。泣ける映画とかですね、泣けるドラマ、物語ですね、あと本でもいいですし、あと絵本とかもありますけども、そしておすすめは週に1回ですね。週に1回号泣する。この日はもう泣く日と決めちゃってですね、ネタを事前に用意していただいて、そしてその時に号泣してもらうというのがおすすめです。初めは嘘泣きでも構いません。自律神経というのは本当か嘘かですね、真実か空想かっていうのが分かりません。過去未来の時間の感覚もないんですね。あるのは今だけです。良い悪いの判断もありません。ただ刺激に対して反応するのみなんですね。だから初めは嘘泣きでも大丈夫です。目的は体に溜まった感情エネルギーを放出ですね、解放することですから。このね、号泣というのは精神を安定さすのにとても有効だという論文もあります。ですからパニック障害ですね、パニック発作や
あと不安症、不安障害の方などもこれをしていただくと効果があります。また生理的なお話をしますとですね、涙を流すとですね、神経伝達物質であるセロトニンが脳内に分泌されます。セロトニンが分泌されると交感神経優位が副交感神経優位に切り替わります。つまりストレス状態からリラックス状態に切り替わるわけです。そしてもう一つ、人はストレスを感じるとそれに抵抗するためにですね、副腎からコルチゾールという抗ストレスホルモンが分泌されます。ストレスをたくさん感じているとこのコルチゾールがたくさん体内に溜まってしまいます。そしてこのコルチゾールが体内に溜まりすぎると自律神経に負担をかけます。また記憶に関わる海馬を萎縮させるとも言われています。ですからストレスがかかってコルチゾールが体内に溜まりすぎるとこのコルチゾールを体外に排出したいわけですね。その一番いい方法というのが涙を流すということです。体内のコルチゾールはこの涙を流すことによって体外に排出されます。泣いてすっきりするのはこの感情を解放したのもあるんですけども、このコルチゾールですね、コルチゾールが体外に排出されたという生理的な作用も関係してきます。そしてもう一つ、悲しくて泣くというよりも実は嬉しくてですね、感動して泣くという方が副交感神経を優位にするのに効果的です。この副交感神経は良好な人間関係を作るというような社会的な結びつきの機能と関係があります。ですから人情的な物語ですね、あとハッピーエンドで終わるような映画ですね、そのように人と人との結びつきが描かれているもの、そういった映画やドラマを見ていただいて涙を流すというのは無意識にですね、人とのつながりを感じることができますので、副交感神経を今よりさらに鍛えることができます。はい、本日は涙と自律神経の関係についてお話ししました。はい、今後も自律神経関係の情報をお伝えしていきますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。またメールマガジンでは動画ではお話ししきれないような内容もお伝えしていますので、下の説明欄にリンクがありますので、そちらの登録もよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。